テクノロジー×政治みたいなところって意外とあんまりやられてないですし、で私はそこの分野知見もあるので貢献できる部分もあるで求められている部分もあるなということで噛み合ってる感じはすごいありますね。デジタル民主主義みたいなですね、その決め方、民主主義的な決め方に対して課題があって、それが情報テクノロジーでアップデートできそうだっていうのがまず一つと、あとそもそも政策として AI とかテクノロジーをどう使うかっていうことがあまりに世界の形を大きく変えるような現代社会になってきている中で、そのテクノロジーイシューっていうものをしっかり前面に出している政治家の方っていうのが今までいなかったっていう、そういう問題だと思います。こう政治の世界に引こうと思った時のやっぱ目の前にぶつかった壁って結構いろいろありますか？あんまり周りでもやったことがある人って少ないなとは思ってて、で、公職選挙法なんかを見てもですね、何をやってよくて何をやっちゃいけないのかよくわからない。でいろいろ仕組みを調べていくと、新規参入者にとって極めて不利な状況っていうのがいろんなところである。それは組織を持ってないとなんでしょうね、地盤看板カバンですよね、がなければ選挙で勝つのは非常に難しいっていう問題で、それはその法律だけではなくて、例えばメディアのブロックみたいなことも総合的に含めた上で、そういう状況があるなと思ってて、私はこの状態っていうのは今公職選挙法改正どうするかっていうのもあります、議論もされてますけど、そもそも新規参入がしやすい仕組みにしていった方がいいと思いますね。新陳代謝を高めたいと思います。きっと大変だったってことですね。大変ですね。ポスター1個貼るだけで見事に克服されましたけども、あれはですね1万4,000箇所あるんですよ、東京都に。1万4,000箇所全部貼るのってもう本当に気が遠くなる作業で、ほとんどの人はそういったサービスをやってくれる業者に頼むんですよね。でただ我々その業者に頼むと1,000万以上は少なくともかかるっていう感じなので、我々にはそこまでのお金はない。じゃあどうするかっていうことでボランティアの方にいろいろ助けていただいたわけですけれども、もうポスター一つ取ってみてもそういういろんな障壁があります。あれって何日中？16日目で全部貼れました。でも安野さん奥さんにじゃあ出てみればって言われたのって何日前ぐらいにおっしゃったんでしたっけ？は4月の中旬くらいなので、投票日の3ヶ月前くらい、3ヶ月なんですけど動き出したの1ヶ月前からなんでそういう意味で言うと怒涛ですね。その1ヶ月でどうにかできたのはやっぱすごいですね。そんなできない人で普通。いやいやできないと思ってましたね。なんですけど、いやこれは本当にボランティアの皆さんがですね我々の予想以上に力を貸していただいたということだと思ってます。あれ一番上に何に表明してどういうふうにみんなにそれが伝わってボランティアが集まってきたんですか？一番最初は記者会見を突然やりまして、私も記者会見とかねやったことないわけですよ普通に。で、調べていくとその立候補予定者は新宿の都庁の記者クラブに電話かけると記者会見開かせてくれるらしいっていう未確認情報が入ってきて、電話してみたら確かにいいよって言われたので、じゃあ行くかと思って行ったら、それが記事になったところからが初めてですね。そのタイミングでリハックとかにも出たって感じですか？リハックの前にニュースピックスさんが拾っていただいたのかな。ニュースピックスさんで石丸さんと加藤浩次さんとの3人で対談させていただいて、でリハックは実際の告示日後ですね。ピボットも出られましたもんね。ピボットも出ましたね。やっぱああいうものが今ちょっと世の中の一つのテレビメディア以上に下手すれば選挙の時とか見るものだったのは追い風だったってことですかね。私はむしろそれしかなかったですね。テレビはもう完全にブロックでしたし、新聞も2社だけ、扱っていただいてましたけれども、他の社では全く出なかったので、本当に私が15万票取れたのは SNS とかネットメディアのおかげだと思いますね。なんか
そうするともう人生が転がり始めたじゃないですか。はい。あれが何位だったかも結構今後の人生も多分大きかったと思うし、まあそうですね。乗りかかった船がちゃんと動き出したみたいな。はいはい。その実感は結構嬉しいというか大変だったろうけど嬉しかったですか？そうですね。15万票いただいたことで、実際に東京都のアドバイザーとして入れたりだとか、ある種我々が考えていたことっていうのを言いやすくなったっていうのがすごいありがたいなとは思ってますね。どこかで初めは1名のプログラマーのただの挑戦だったはい。っていうことが、退院して時間かからないで、今のこの状況、やっぱ変えなきゃいけない使命をより強く感じますかね？そうですね。ニーズはありそうだなと。こういったそのテクノロジーかける政治みたいなところって意外とあんまりやられてないですし、で私はそこの分野知見もあるので貢献できる部分もあるで求められている部分もあるなということで噛み合ってる感じはすごいありますね。やはりその2つでデジタル民主主義みたいなですね、その決め方、民主主義的な決め方に対して課題があって、それが情報テクノロジーでアップデートできそうだっていうのがまず一つと、あとそもそも政策として AI とかテクノロジーをどう使うかっていうことがあまりに世界の形を大きく変えるような現代社会になってきている中で、そのテクノロジーイシューっていうものをしっかり前面に出している政治家の方っていうのが今までいなかったっていう、そういう問題だと思います。デジタルを本当に機能させるには、政治の信頼回復が結構同時に必要じゃないですか。はい、おっしゃる通りですね。その信頼回復のためにどういうことをイメージしてるかなと思っていて。これどんなシステムもそうなんですけど、最初はちょっとおっかなびっくり触ってみるわけですよね。で徐々にこのシステム使うとこういういいことが実際に起きたなっていう経験を通じてちょっとずつ信頼感を高めていくと。これ別に人もそうだしソフトウェアもそうなわけですよね。のでその信頼を構築していくための戦略みたいなのは非常に大事で、私もスタートアップで新しい製品を大企業に対して売るみたいなことをやってたんですが、気をつけてたのはその新しい SaaS のクラウドサービスを入れてもらった時に、その大企業の中の人たち、それは決済レイヤーの人なのか現場の人なのかいろんなレイヤーの人がいるわけですけど、が入れていいことが起きたなっていうクイックインを作る、早めにちょっといいことが起きたなっていうクイックインを作るっていうのがこれ極めて重要だと思ってて、そのクイックイン作りみたいな、戦術なんですけどね、についてちゃんと真面目に考えるべきなんじゃないかなと思いますね。もちろんハードル高いとは思うんですけれども、ただそう信頼作りっていうのはしっかりやっていった方がいいだろうなと思います。で本当にそれができれば経済政策の本質が全面変わるじゃないですか。はい、そうだと思いますよ。もうテクノロジーで困ってる人の状況を可視化できれば即座にそこの人たちに対して補助金突っ込んでいくとかできるわけなので、日本って大統領制ですらないからすごいゆっくりじゃないですか。はい、それこそ直接民主主義のパーセンテージをどれだけ高めるかっておっしゃってますけども、それがないわけですもんね今はね。そうですね。その情報の流れ方の経路がないので、私は 1% でもいいので、そういった形の議論っていうのが行われていくといいなと思ってます。私に見えてないところもたくさんあると思いますけど、少なくとも特にテクノロジー面においてはこうなっていくのでこういうものが重要になっていくだろうっていうのははい、私なりの意見はあります。インターネットで投票できたり、そういう大事な投票を信頼を勝ち得た前提で性善説ある程度の制度設計もした上で、それでちゃんと投票されていく方が効率っていうかいろんな意味でもコストはやっぱいいんですよね。これも非常に難しくて検証必要だと思います。でまだそういったどういう集団的な意思決定メカニズムがワークするかっていう検証をできる段階に全然ないと思ってます。つまり何を言ってるかというと、誰がどういうことにどれだけ賛成してるか反対してるかみたいなことをデータとして取れればですね、じゃあこういうアルゴリズムを適用すると一番いいよねっていうのが徐々に出ていくようになるわけですけど、まだその段階ない。例えば投票も紙でやっているのでパラメータで重み付けに調整するみたいなのもできないわけですよ。
だし、そのグレン・ワイルさんとかが言ってるクアドラティックボーティングみたいな新しい投票アルゴリズムみたいなものもいろいろこう学術的には考案されてるわけだけれども、それを実際にじゃあ実験してみようっていうことは全くできないし、ドライランもできないですよね。このアルゴリズム適用してたらこう決まってたねっていうのもわからないので、ここは非常に模索が必要だなと思います。ただ間違いなく言えるのはナイーブにシンプルに単純に直接民主制で投票しても政策間のバランスとか総合的なものは取れないので、それだけだとうまくいかないっていうのは明らかだとは思いますね。じゃあ結構まず制度として馴染ますまでに結構時間もいるし、どういう制度が適切なのかがいろんなところで試して確認したいみたいなのは当然あるわけですね。そうですね。そのスタートアップ業界でも不確実性高い中だとアジャイルでいこうっていうわけですけど、アジャイルもですね、しっかりこう高速にこういうものを試した上で効果を測定してうまくいってそうだったらもうちょっと激しくそれをやってみるっていう、ちょっとずつ混ぜて軌道修正をすぐにできるようにしておくっていうようなやり方なんですよね。で、私も新しいそのデジタル民主主義的な仕掛けっていうのを入れていくのであれば、いきなりこう全部取っ替えてしまうというよりかは 1% だけちょこっとだけ混ぜるとかですね、徐々にそこから広げていくっていうやり方を模索すべきだと思います。でも確かに失敗しちゃうと次進めなくなっちゃうのもありますもんね。そうですので失敗全然してもいいんですよ。してもいいんですけど、いきなりでかい失敗しないようにした方がいいと。ので小さいところで試してこれ失敗したねってなったら、損失も限定的なんで、じゃあ次の失敗しようってなるんですけど、もう回復不能な失敗しちゃうともう無理なんで、そうならないようにしないといけない。でも安野さんのイメージだと今2025年で2030です。2030か。はい。あと5年です。そうですね。2030年くらいを視野に考えるのがいいかなと思っていて、その理由としては、そもそもこれも毎回 AI の話ばっかりして恐縮なんですけど、 AI の進歩は本当に早いんですよ。ので5年以降のことをあんまり今想像しても意味ないなっていう感じに僕の中では思ってて、なのでギリギリ見えるタイムラインとして5年くらいかなと。今の AI でも十分例えばブロードリスリングとかってことになれば、はい、それの力も発揮するわけですもん。もう実用域に入っていると思います。それが情報をどんどん蓄えていくじゃないですか、AI の場合って。それがまた功を奏する形になっていくんですよ、ね。はい、ポジティブなフィードバックループには入れられるんじゃないかなと思います。で、今現実、例えばいろんな党が参加したってことは、そこも実験的なデータには入ってくるし、その実績がどういうふうに、それとフィードバックってアンナさんに戻ってくるんですか？少なくとも直接のデータが得られなかったとしても、どういう試みをした時にどういう結果になったのかっていうその試行錯誤は少なくとも分かるはずなので、もちろん全ての党のね試みがうまくいくように我々としても知見は共有していきたいなと思いますけれども、こういうふうにやるとうまくいくよっていうやり方は徐々に発見されていくと思います。このブロードリスニングはでもすでに学生さんの時もすでにやってらっしゃったんでしたっけ？そうですね。ブロードリスニングっていう言葉ではないですが、私学生のまさに松尾県にいた時にやってたことの一つが国会の議事録を全部データを取ってきて、それを自然言語処理、当時の自然言語処理なんで今のチャット GPT みたいなのと比べると圧倒的に原始的なものなんですけど、その原始的な自然言語処理を使って解析して、どの議員がどういうトピックをどれだけ言ってるのか、この議員のキーワードって何なんだろうっていうのを可視化するような、そういうツール作ってました。でブロードリスニング、みんなの意見聞くっていうわけじゃないですけど、広く言えば機械学習技術 AI 技術を使って何らか政治的に役立つような可視化ツールを作るっていうのは昔からやってた。政治家がどういうことを言ってるかのリスニングもめちゃくちゃ実はこれはそっちの方がより効果的かもしれないぐらいみんなを赤裸々に見える化しちゃうんですね。でもまさに今のはおっしゃる通りというかですね、実は永田町の中のコミュニケーションを改善するっていうことのインパクトって実はでかいんじゃないかなと思ってます。永田町の中の閉じたコミュニケーションがオープンになって、いろんな人の知見であるとかツッコミがそこに入れられるであるとか、そもそも党と党をまたいだ協力関係とかですね、党内でも別にいいんですけれどもがより
早く効果的にできるようになるのであれば、それはそれですごく意味のあることだと思いますね。あれですね、意思決定のプロセスをどれだけみんながなんか見られてると思うとみんなの意思決定ってちゃんとするじゃないですか。はい。それが永田町だとほぼされてないから。うん、そのブラックボックス的な考えで何か統治をしていくっていうものと、ホワイトボックス的に統治していくっていう大きく2つの考えがあるわけですよね。で、例えばなんだろうな、大企業も昔はその情報が集まる経路をうまく作ることによって情報を絞ることで統治するっていうことをやられてた。ただそのスタートアップとか今のビッグテックまで育っていきましたけど、でよりその社内の情報公開を徹底する、それによって自律的に現場で意思決定できるようにする。で現場で意思決定できる範囲が広がった方が不確実な競争環境の中では勝ち残る可能性が高いよねっていう2つのパラダイムがあるんですよね。で今こっちの特にテック業界ではこのやり方が功を奏し始めてるんですけど、実は行政っていうのもこれバランスなんでこっちの局とこっちの局ってあるんですが、もうちょっとこっち側に寄った方がいいんじゃないかっていうふうに思ってます。どんな世界線を見るかっていう話は、そんな簡単じゃないのであれなんですけども、今いろんな手応えとかこの短期間内でもスピードありますよね。この進歩感から言ったらどのぐらいどんな世界線を理想というか、思い描いてるかみたいなのをちょっと言える範囲内でどうですか？そうですね、今それこそ1月にデジタル民主主義2030って言っていろんな政党の方に使っていただけるようなオープンソースソフトウェアを作っていこうという発表したんですけど、こうなったらいいなというところで言うと、本当に主要な政党を全てにそのプロダクトが使っていただいて、でそれによって情報の流れ方が変わって、今まではあんまり出てきてなかったようなアジェンダが前に出てきたりとか、同じようなアジェンダなんだけどなかった観点をそのポリシーメーカーの人たちとか政治家の人たちが知ることができて、なんかちょっとこういうふうにも考えられるんだなっていうふうな影響が出てきたりだとか、そういうようなことができてくるといいなと。でそれが望ましいのは今年の中頃くらいまでにすでに起きているっていうタイムラインが理想ではあります。でもそういう意味では今政権与党がちょっと少なかったり、いろいろまだ変化の余地があるから、そこにそれが入れられて、割とみんなの民意というか理想としてるものを少し言語化されるじゃないですか。そういう良さがなんかどんどん積み重なってるフェーズには来ましたね。今やっぱり日本政治市場も割となんか得意な時期なのかなとは思ってまして、それは2つで少数与党になったっていうのもありますけど、もう一つはやっぱりメディアシフトだと思います。今までテレビっていうところからみんなインターネットを使うようになってきたっていうので、 SNS とかインターネットテクノロジーみたいなものとどう向き合っていけばいいのかっていうのを真剣に考えてる時期だと思うんですよね。でこの2つの掛け合わせで、我々のオープンソースソフトウェアのプロジェクトもすごく注目いただいてて、今までぶっちゃけなかったわけですよ。一人のよくわからん人のですね、オープンソースソフトウェアいろんな政党がぜひ使いたいと表明いただくことって過去起きてないと思ってて、それが起きてるっていうのは本当に今がチャンスだと思いますし、そのチャンスをうまく生かしていけばいいものを作れると思いますね。ちなみに今の状況、松尾先生とかどんなふうに見てらっしゃるんですか？頑張っとるのっていう感じですね。いや相当頑張ってますよね。松尾先生の方が頑張ってますけどね。この政治のシステムにハックするってこともやっぱり温泉を掘ってるような感じになる面があって、バーンとぶつかった時に変わっていくわけですよね。いくと思います。本当ね、そういう意味で言うと日本は温泉出やすいところなんですよ。それは別に物理的なところいうことを言ってるわけじゃなくて、政治的にそうだなと思ってて、その AI とかそういう技術を使ってその政治システムアップデートしようっていう概念って意外と欧米ではタブー視されてたりするわけですよ。その AI に対する向き合い方が違うっていうことがあると。で意外と東アジアインドも含めますね。インドも結構好意的にそういうの見られてるし、台湾もオードリーさんがいたことで見られてるし、日本もそうであると。ので東アジアの方からむしろ始まる可能性があって、でかつやはり日本はまだまだ
分断が言うてアメリカとかよりも激しくない国なので、よりなんでしょうね、意思決定ができる可能性がある。こういうものをみんなで使っていこうという意味で、デジタルで民主主義をアップデートするのは日本から始められるっていう仮説が僕にはあります。